心の薬チャンネルをご覧の皆さん、久保です。今日はですね、もう実際に体験しててもう間違いないっていういい話をしたいんですけどね。字を書くこと、ちょっと唐突ですけど、例えばですね、本を読む、感動するような内容とか感動する言葉とかフレーズって出てきますよね。あれいいなと思って読んでもすぐに忘れるんですよね。僕よくみんなから言われるんですよ。久保さんよく10年前に読んだ本のことね覚えてますねとか、見ただけでは記憶する力がないみたいなんですね。書くと自分のものになるというか、いいなっていうフレーズなんかあると僕は必ず書くようにしてるんですよ。へこんでる人がいて偉い方がね、失敗にも未来があるんだよって言ったみたいなフレーズがあるわけですよ。失敗に未来があるみたいな。僕それいいなと思ったらアンダーラインを引いて付箋を置いて、そこに失敗に未来があるって書くんですよ。でそれをいっぱい貯めてて一つの文章にしたりするんですね。書くっていうことは記憶するっていうことにものすごく影響があると思うんですよ。がむしゃらに勉強したり勉強会受けたりセミナー聞いたり、しますよね。動画見たり。記憶できないと伝えることができないじゃないですか。この頃みんな携帯でピッ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 って打ったらもう相手がある程度作ってきて、でもうピッて消したら還元して漢字なんか全然書けないはずですよ。皆さん見たら読めるけど書けた書けないっていうこの現象が皆さん多分起きてると思うんです。それは自分で書かないからなんですよ。ナビを使い出すと道を覚えない。これもそうですよね。要するに道を見てないっていうかね、道に興味がなくなってるっていうか、何かを得れば何かを失うじゃないですけど、やっぱり昔ながらの活字にするっていう、これはすごく大事じゃないかなと思うんですよ。僕いつも勉強会とか話したりする時もこういうふうにですね、ちゃんと自分で台本みたいなのを作って全部書き込んでやっていくんですよ。そうなったらですね、人と話しててもうわいいなその話って思うとね、書くんですよ。僕は皆さんが部下とか友達に何か話をしていい話だったらパッてメモを出してね、いや今の言葉いいですねって書かれたらどう？書かれた方が気分が良くないですか？なんかもっといい話しようかなみたいになるじゃないですか。メモを取るっていう行為自体もやっぱり周りの人をハッピーにする力があるじゃないですか。ある時ね、成功する人は手紙を出す癖があったっていうね。でそれ聞いて僕、20年ぐらいちょっとお世話になったり何かあったら必ず手紙を書くようにしてるんですね。教えてもらった先輩が、いざという時にいい手紙を書けないといけないからよって言われて、何年もね、何百枚何千枚って手紙を書くようになったらですね、結構うまいんですよ。手紙書くのが文章力もそうですし、構成もそうですし、相田光夫先生って言いますよね。あの方見てパッて見るともう字の配列と流れがもうほんと自然に、遠くから見たら本当に模様みたいに見える。もう前提のバランスがもうパーフェクトに素晴らしいですしね。やっぱりいざという時、本当にお世話になった人なんかにお手紙を出す時にいいお手紙を書ける人がいいんじゃないですか。ということで今日は皆さん、書くっていうことが記憶に相当直結していると。書くということで自分のものになっていく。面倒くさがらないでメモする癖をつけたら、もっとみんな頭が活性化してもっともっといい話を皆さんに伝えることができると思います。じゃあ今日はこの辺で。さよなら。